ノンフライヤーでお弁当作り4日間。ずっと欲しいと悩んでいたノンフライヤー。WEシンクのこそりというノンフライヤーをご提供いただきました。4.7 リットルのサイズです。本当に油で揚げなくても美味しくできるの？どうなのかな？早速使ってみよう。まずはお弁当の定番、唐揚げ弁当を作ってみよう。副菜も全部一緒に一気に焼けるかな？全部一気に？欲張りすぎかな？じゃあ、うまくできるかどうか一回やってみよう。レンコンは3ミリくらいの輪切りにして酢水にさらします。ウインナーは格子状に切り込みを入れて、いわきの耐熱容器、米油を薄く塗って、卵に白だしと水を少しずつ混ぜて注ぎ入れます。190度で予熱しておこう。3分で予熱できるの？早いね。前日の夜に鶏もも肉に下味をつけておきました。片栗粉をまぶします。バスケットに並べよう。オイルスプレーで米油を少しかけます。野菜はクッキングシートに乗せました。食材を入れすぎかな？うまくできるか不安です。ウインナーも入れたら、190度で15分焼きます。初めてなので不安になって5分で一時停止して様子を見てみます。ピーマンを取り出して再びスタート。ピーマンにはめんつゆ、鰹節、いりごまを少しずつ和えます。シェイクボタンを押したので半分の時間で一度止まります。唐揚げ以外を取り出して、卵どうかな？再びスタート。レンコンは塩を振ります。卵は高温すぎて酢が入ってしまいました。次は低めの温度にしよう。わあ、唐揚げカリッと揚がってる。美味しそう。冷めたらお弁当箱に詰めます。唐揚げ揚げてないのに揚げたみたいだね。これなら面倒な油の片付けもないし、油の節約にもなるね。卵焼きは先に低めの温度で焼いた方がいいみたい。次は170度くらいでやってみよう。慣れて使いこなせるようになったらお弁当作りがとても楽になるね。レモンを添えたら完成。おいしそう。コンロも汚れないのが嬉しいね。
食べてみよう。外はカリッ、中はジューシー。すごい。ナスの肉詰めフライ弁当を作ります。卵に白だし、みりん、マヨネーズを少しずつ混ぜて、ノンフライヤーを170度で予熱します。ししとうは破裂しないように穴を開けてから、ベーコンで巻いて爪楊枝で留めておきます。玉ねぎは7ミリくらいの厚さに輪切りにして、シーチキンの油を切り半分使います。玉ねぎの表面に米粉をまぶして、マヨネーズと塩コショウを混ぜたツナをのせます。コーンとチーズものせよう。耐熱容器に油を塗って卵液を入れたらバスケットに並べます。今日はうまくできるかな？170度で9分焼きます。ナスのヘタをくるっときれいに取り除き、十字に切り込みを入れて、水にさらします。長ネギを5センチくらいみじん切りにして、ひき肉 100g に混ぜます。冷凍してあるおろし生姜を少々、料理酒小さじ1、塩コショウ少々、白だし少し、片栗粉小さじ1を混ぜます。ナスの水気を拭いて、切り込みの内側に米粉をまぶします。さあ、どうかな？いい感じです。玉ねぎはさらに180度で5分焼きました。ナスに肉種を詰めます。ママはナスが好きで肉詰めを食べたいのですが、普段は揚げ焼き派なので、こういう高さのある揚げ物はたくさん油を使うので、なかなか手が出ません。こんな感じに詰めます。玉ねぎが焼けました。天ぷら粉と水を混ぜて、ひき肉の部分に衣をつけます。このノンフライヤーは熱風を循環させることによって表面は水分が飛んでカリカリ、中はジューシーに保つそうです。冷凍食品も加熱できるそうなので、これからお弁当作りの強い味方になってくれそうです。ナスは油と相性がいいので、オイルスプレーをまんべんなくかけます。
200度で15分焼きます。途中でひっくり返していないのに、裏側もちゃんと焼けてる。わあ、いい感じ。ナスの油吸いすぎ問題もなくて、これはいいね。パパさんもジューシーですごく美味しかったと言っていました。卵焼きもきれいに焼けました。耐熱容器だと170度で8分から9分くらいがちょうどいいみたい。パセリを振って完成。ソースも忘れずにつけました。食べたい。ささみの梅かつお餃子弁当を作ります。このささみ餃子、本当に美味しくておすすめです。ちくわを縦半分に切り、ツナマヨを詰めて、枝豆をのせます。この日はベーコンエッグにしてみよう。耐熱容器にベーコン、卵、塩、上にもベーコンをかぶせます。5ミリくらいの厚さに切ったかぼちゃ、ちくわ棒と卵を並べて、ちくわに粉チーズをかけたら170度で8分焼きます。梅干しの種を取り、叩いて、鰹節も加えたら、醤油とみりんを少しずつ混ぜます。ささみの筋を取り除き、斜めに切って半分にしたら、梅を挟めるように縦に切り込みを入れます。梅かつおを塗るときは多すぎても酸っぱいし、少なすぎても物足りないのでちょうどいい量にします。パタンと挟んで、ちょっと大きめの餃子の皮に大葉とチーズ、ささみをのせます。餃子の皮がギリギリくっつくかどうかだったので、海苔で巻いちゃおう。帯のように巻いておけば安心。急遽巻いてみたこの海苔の風味もよく合っていました。焼けたものを取り出して、かぼちゃにバターを塗ります。ささみ餃子を並べたら、オイルスプレーを少しかけて、180度で15分焼きます。シェイクボタンを押していたので、途中で一旦止まりました。様子を見て、
そのまま続けます。できました。わあ、パリパリで美味しそう。ささみは硬くなったりパサつきがちですが、食べてみるとフライパンで揚げ焼きにするよりもなぜかふっくらジューシーで柔らかい。これにはびっくりしました。美味しかったからまた作ろう。春キャベツたっぷりのメンチカツ弁当を作ります。ズッキーニを5ミリくらいの厚さに切って、ベーコンを挟み込みます。じゃがいもは皮を剥いて、小さく切って水にさらします。ウインナーも切っておこう。この日も卵焼きを作ります。じゃがいもにはマジックソルト、ズッキーニにはオイルスプレーと塩コショウ、粉チーズをかけます。170度で8分焼きます。柔らかくてみずみずしい春キャベツ。玉ねぎもみじん切り。ひき肉 100g と塩コショウ、マヨネーズとパン粉、卵は半分混ぜ込んで残りは衣付けに使います。焼けたものを取り出そう。じゃがいもをそのまま入れましたが、小さいものは下に落ちないようにクッキングシートを敷いた方がいいかもしれません。ひき肉を小さく丸めて薄力粉をまぶします。パン粉系の揚げ物はノンフライヤーだと白っぽくなるイメージですが、オイルスプレーなどで油を加えるとカリッと焼き色もきれいにつきます。オイルスプレーがない場合はパン粉に油を混ぜておくといいみたいです。卵にくぐらせてからパン粉をまぶします。まず片面にオイルを吹きかけて、オイルがかかっていない方を上にして並べたら、オイルを吹きかけます。205度で15分焼きます。わあ、すごい。ちゃんときつね色です。キャベツたっぷり。こんなにサクサクにできました。
慣れるまで温度や時間は迷いますが、一時停止ボタンもあるので様子を見ながら焼けるし、自動調理ボタンやレシピブックの目安も頼りになります。ソースをかけて、追加用のソースも用意します。いりごまとパセリ。ご飯に梅入りゆかりをかけて、完成。揚げ物が楽になりました。ご視聴ありがとうございます。またね。